テキラドジョンです。というわけでね、今日はね、タイトルにもあると思うんですけど、防衛援軍をね、紹介していこうかなと思います。現環境で一番ね、プロシーンで使われてる防衛援軍だったりね、レジェンドリーグだったりにおすすめのね、防衛援軍を紹介しようかなと思います。早速もう見えてるんですけどね、こちらですね。オーブン1、アイゴレ2、あとはね、お好みでって感じなんですけど、ストライカー入れるか、ここを崩してね、ゴブリンアーチャーにするかみたいなところですね。今、この組み合わせがかなり多くて、結構個人的にも強いなって感じております。配置とかって作るの大変じゃないですか。リンクもらえれば、それで簡単にコピーはできるんですけど、防衛援軍って今簡単に入れることができるような状況なので、レジェンド、ここでね、組み合わせて、ポン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 って変えればもうこれだけで変えることができると超便利になりましたよね。こういうセットをしてあげれば OK と。で、タウンホール17じゃない方も、アイゴレとこのオーブンの組み合わせっていうのが強いので、ぜひこの組み合わせで他数字ね、適当に枠数調整してやってみてください。で、なんでこの組み合わせが強いか流行ってるかっていうのを、リプレイ見ながらちょっと喋ろうかな。防衛したね、あれなんで、ちょっとあれになるんで、結構相手のね、攻めも良くないものにはなってしまうんですけど、援軍にちょっと注目していきましょうか。普通のね、大会の動画をね、解説してる時もそうなんですけど、アイゴレとこのオーブンっていうとこの立ち位置がね、離れるんですよね。やっぱオーブンがその場で攻撃をして、アイゴレは前に突き進むって感じなので、ポイズンの位置がずれることに意味があるんですよね。今回ちょっとポイズン打ってないんで、両方、こんな形で固まり続けて、アイゴレ自体も強いじゃないですか、こうやって。フリーズを2回つけてくれて2体いるので。で、オーブンはその間に攻撃を入れてくれることで、フリーでダメージを与え続けるみたいな感じかな。で、オーブンの強いところはダメージだけじゃなくて、なんだろう。一瞬ターゲットをオーブンのね、ファイヤースピリットの方で竹を取るみたいなところも結構強かったりするんで、結果的に防衛施設が殴られそうなのをファイヤースピリットで竹を取ることで邪魔されるみたいなのも強いところですよね。ちょっとこれ、援軍機能するかわかんないんで、ちょっと早めに見ていくんですけど、ポイズンない舞台とかにも結構刺さりますね。まずはロイヤルチャンピオンで削るところから入ってるんですけど、さあ出てきました、アイゴレ。オーブンも出ましたね。ポイズンがないとなると、こっから一生オーブンを処理できないっていうのも結構一緒じゃないね。オーブンが破壊されるまで仕事し続けるのも結構強いんですよね、フルタイムで。さあ、ここからファイヤースピリットが飛んでいきます。ヒーラーみたいなところにも炎症ダメージが入りつつ、回収されていった。ドラゴン採用ですか、今回は。はい、ファイヤースピリットがこうしてタグを取ってくれて、アイゴレのフリーズも入ってからのこのトームにつながっていきます。今回は綺麗に処理されちゃいましたけど、このインビジブルタワーの組み合わせでね、この区画が残っていって防衛が取れたというようなアタックでした。要はね、このオーブンとアイゴレの立ち位置が違うからポイズンを別々で打つことができないからどっちかにしかかけれないよって状況を作れるのが強いというような形でした。で、この防衛援軍の組み合わせ以外にもちょくちょく使われてるね、援軍の組み合わせっていうのがあるのでそちらも紹介しようかなと思います。続けてこちらのセットですね。さっきのよりも使用率はだいぶ下がるんですけど、相手がね、ドラゴンを使ってくることが分かってる時とかに結構強いです。例えば対戦相手の情報としてドラゴンをしてくるクランっていう理由があるのであれば採用されたりとか、レジェンドリーグとか使ってる時にドラゴンからの攻めが厳しいとか、クランリーグとかクラン対戦でこの配置出すといつもドラゴン来ちゃうんだよねみたいな配置がある時にネクロを採用するといいかなと思います。基本的にね、ライドラとかドラゴン編成ってあんまりポイズン積んでくる人いないと思うんですよ。17だけじゃなくて16、15、14って今までの環境、ね、他のタウンホール隊も総じて入れるんですけど、ドラゴン自体で援軍の処理ができちゃうので、ネクロの採用率って結構低いんですよね。ポイズンの採用率って低いんですよね。そうなった時にネクロがスケルトンを生み出すことで、意外とね、ネクロ本体じゃなくてスケルトンに反応してドラゴンが動いちゃうとか、ライドラが動いちゃうみたいなこともあったり、思わぬ事故を生み出しやすいのが結構このネクロの援軍というところになります。
シンプルに端っこに寄せるのに時間かかるっていうのもあるしね。結構今の環境ではオーブンだかネクロなのかみたいなところでね、二極化するような感じにはなった。二極化ということでもないな。オーブン一強に抗うネクロみたいな感じかなっていう理由ですね。さあ続けて一応紹介するんですけど、アイゴレ3体パターン。シンプルにね、アイゴレの数が1枚増えたことによってフリーズの枚数が増えるので、相手のね、拘束時間が増えますって感じですね。場合によってはオーブンよりも強いこともあると。相手がルートライダーのようなね、陸の戦術をやってきた時に、フリーズ2回よりも3回止めれた方がシンプルに相手のトームを無効化にできたりとか、その場でね、とどめ続けることができるみたいなところもあるので、今まで通り使われてきたアイゴレ3体っていうのも非常に強い組み合わせですね。といったちょっとしたね、ところしか変わらないところなんですけど、本当に相手に合わせて使うのがいいかなって形です。さっきはドラゴンが多かったらネクロみたいな感じ。こっちは陸が多かったらアイゴレ。無難に強いのはオーブンみたいな感じかな。あとは一応ね、ちょっと毛色変えてスパガゴの援軍の組み合わせも持ってきてまいりました。スパガゴロケバルというところで、この編成の強いところは一瞬で超火力が出せるところにあります。今あんま使われてないのは食い火が減ったからですね。食い火が流行ってた時はこの援軍の組み合わせがね、本当に強くて流行ってました。でも今はね、グイーンがあんまりそういった編成を使われないので、最初のルートライダーとかは潰すことができたりできますね。うまく機能すると。一番最初にターゲットが取られるルートライダーに対してはスパガゴとロケバルの超火力で落とすことができるみたいなことはできるんですけど、アイゴレの拘束時間の方がね、結局無難に強かったりするので、あんまり強くないかな、現環境ではって感じかな。結構ね、普通に攻めてたりするとアイゴレよりもこういうスパガゴとか結構未だに使ってる人もいますけど、火力が来るとはいえアイゴレの方が相手からすると嫌だなっていうシーンは結構多かったりもするので、今はそんなにおすすめじゃないかもしれないけど、タウンホール中盤ぐらいまでだとね、14とか13とか15とかだと結構強い援軍の組み合わせとしてあるので、アイゴレだけだとね、ドラッ系の変遷には何もできなくなっちゃうので、それが嫌だよって方は使ってみてください。最後にアイス紹介しましょう。これね、クランリーグとかでね、おすすめですね。2タップ2エメで援軍を送ることが今エメじゃないんだっけ。あれ防衛援軍も、エメでも送れるか。2エメで送れます、これ。2タップで終わります。防衛援軍入れるのめんどくさい時にね、これ、意外と強かったりするので、とりあえず入ってることに意味があるよっていうね、組み合わせだったらこれもね、結構強いかもしれません。強いとは言ってません。というわけでね、僕はこの援軍をセットして使っているんですけど、防衛援軍は本当に強い人とね、全く同じものを速攻で使うことができるっていうところで、配置もね、頑張れば一応、コピーとかね、真似して作ってみれば、強い人のね、同じことができるんですけど、もう本当にね、数秒で終わるところなので、まだやってない方はね、こちらやってセットしてみてください。もちろんね、防衛援軍っていうのはユニットとかね、環境によって変わってくるものなので、今の環境では非常に流行ってるのがこちらの援軍。でも、しばらくオーブン出てからこれが結構流行ってたりするので。はい。というわけでね、ちょっと今回は攻撃のアタックがない珍しい回ではありますが、防衛援軍の紹介でした。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。